皆さんこんにちは。今日はスペインの食文化と日本の食文化を混ぜた、文化ということで、日本のね、巻き寿司の文化、これで少し遊んでみたいと思います。でこの動画は、日本の方だけではなくてスペイン語を話す方々、それから英語圏の方々、そういった方々も、広くご覧になりますので、日本の方には説明する必要のないことも、少しお話しますが、その点ご了承ください。まず今日は、2合飯ですね。お米2合、を洗うところから動画は始まっています。お米の粒を壊さないようにそっと洗います。近年では日本ではね無洗米というのがあるそうですが、こちらではそういうものはありませんから、従来通りお水で洗います。で何度か洗った後の水があまり白く濁っていないようになるまで、完全に透明にはなりませんが半透明になるまで、お米を洗います。こんなことは日本の方に説明する必要はないんですけどね。はい、そういった感じでだいたいお水がきれいになったところで、適量の水をここに加えて、この適量の水ってのは外国の方にはね説明しないといけませんが、そこへ、昆布を1枚入れておきます。はい、そして続いて、酢飯を作るためのお酢作りですね。このお酢を作る時の寿司酢を作る時のこの調合というのはもう皆さんの、好みに合わせて好きにやっていただければいいと思います。今回は、お米1合につき20から22.5ミリリットルぐらい、2合のお米ですから、その2倍ということで、45ちょっとぐらいのお酢、それに、1合のお米に対して6グラムの塩、1合のお米に対して5グラムのお砂糖、という計算で入れています。これは全く、各個人の、好み次第で好きに変えていただければいいです。それを、このお酢の中に溶かして、そしてこれ日本でもね関西と関東で大きく分かれるところかもしれませんが、関東では、お酢にこれを溶かしたらそのまま傷っていうんでしょうかね、生のお酢っていうんでしょうか、それでそのまま使うことも多いようですが、関西ではどうなんでしょうね。私の感覚ではその生のお酢そのまま使うんではなくて、一回それを飛ばすって言いますけどね、完全に一煮立ちさせます。そうすることによって、角を落とすと言いますかね、まろやかなお酢に完全にこれ煮立ってますね。一煮立ちしたところで火から上げます。これをあまり煮立てすぎますとお酢の量は減ってしまいますからね。はい、そして、ご存知もうすでに別の動画で皆さんにご覧いただきましたマヨネーズ作り、スペイン語でマオネサと言います。スペインから世界に広まった、最強のソースのうちの一つです。このマオネサ、これを日本ではマヨネーズと呼んでいます。これを使うことが今回の、このね、巻き寿司、日本のお寿司の文化とスペインの食文化の、混合文化となる一つの、条件でもありますね。手作りのオリーブオイルを使ったマヨネーズです。この辺りの動画は早送りしています。詳しくこの作り方を見たい方は別動画、マヨネーズの作り方の動画がありますから、そちらをご覧ください。さて、今日の具材を用意しますか。スペインのきゅうりね、日本のきゅうりと違って、太短いです。一番一般的なきゅうりです。で、皮が分厚くて硬いです。このまま皮も食べられますが、いかにも皮だなっていう感じですから、生食の場合は、日本の皮がほとんどわからない
柔らかい皮のね、きゅうりに慣れてる日本人としては、完全に剥く必要はないですけども、ちょっとね、剥いた方が、違和感がないですね。完全に剥いちゃうと白くなって色気がなくなっちゃいますから、こんな感じでちょっと上辺だけを剥く感じでね、緑の部分を残しておくと、その方が色的には綺麗ですね。で完全に剥かないで、表面のちょっと硬い、特にイボイボとかね、そういうのを削り取るような感じで、取って、あまり、白気のきゅうりにならないようにね、してやるのが、今日の場合は海苔巻きですからほとんど見えないんで、そういう意味では色合いはあんまり関係ないかもしれませんが、サラダなんかに入れるときには色合いが大事ですから、こんな感じで緑が残るように、ほんの薄くだけね、表面を剥いてやるのがいいと思います。完全に、剥く必要はありません。基本的には食べられるものです。お漬物につけるときなんかもね、こうやってちょっと縞模様を作るような感じで、ところどころ縦に剥いたところを入れといてやると、きれいに浸かります。完全に皮をかぶったままだと、お漬物として浸かりにくいです。こんな感じでね。はい。今日は巻物に入れますから、日本のきゅうりと違ってね、その真ん中に種があるでしょ。種のところっていうのは水分が多いですよね。日本のきゅうりはあんまり気になりませんが、こっちのきゅうりっていうのは真ん中の種があるところの水分、その、部分が多いんです。ということで、巻物にあまり適しない部分が真ん中多いんです。ということで、ここで真ん中で切るよりかは、ちょっとずらしてね、真ん中を外す感じで、切った方がいいかもしれません。こんな感じ。ほとんどもう、なんかメロンみたいにね。でなければ、もう最初から真ん中でストンと切って、この部分を避けるような感じで、こんな感じでね、切ってしまう。別に真ん中を捨てるわけじゃないんですから、こんな感じでね、真ん中。これは別に後で塩でも振って食べればいいわけですから。別にその日本人の、イメージで、巻物にいるキュウリってのはシャリシャリ感があるでしょ。そのシャリシャリ感を得ようと思うとこういうことになるわけであって、別にシャリシャリ感が減ってもいいんだったら、この水っぽいところが入ってても何の問題もないわけです。で今日は細巻きではなくて太巻きにしますから、特別にこれを細く切る必要はないと思います。もうこんな感じでいいと思います。はい、ご飯が炊き上がりました。昆布取り出します。このままでもいいんですが、もし家庭にね、寿司桶があれば、使った方がやっぱりはるかに美味しくなりますね。よいしょ。先にちょっと外しといたっていいかな。今日はこれ、ご飯の量は2合です。すでに酢飯用の酢ができてます。これを固まらないように散らしながらここにかけましょう。
はい、そして混ぜながら同時に冷まします。お酢の持っているその水気といいますか、水分をね、早く飛ばすためにもかき混ぜていって、どんどんこう蒸発してもらいます。これがね、この桶のない人は別にボウルでやってもいいし、さっきのその炊飯器のお釜のままやってもいいんですが、最終的に何が起きるかというと、この木でできた桶を使わないと、ご飯なりお酢が出した蒸気をもう一回せっかく出たのにお米が吸っちゃうんですよね。そうするとべちゃべちゃになっちゃいます。で、ある人はやっぱりこの木のね、そういった蒸気を吸ってくれる、容器を使った方が美味しい酢飯ができます。またそれとは別の、レベルのお話で、この木を使うとその木のやっぱり香りがつくんですよね、酢飯にね。その木の香りがほんのりとついた酢飯と、全くその香りがない酢飯とでは別世界のものになります。で、このご飯を混ぜるときに、日本の方に説明する必要もないと思いますが、米粒を潰さないように、できるだけ潰さないようにということで、こう縦に線をね入れながら押さえつけることがないようにしてください。そういうことはね、外国人の方は分かりませんから、これ半分外国人の方、でこれご覧いただいている方が多いんで、そういった方々への説明も入りますので、日本の方はそんなことを別に言わなくてもみんな分かってんじゃないということも言うかもしれませんが、そのあたりはご理解ください。はい。酢飯のね、を作る時のお塩の量とかお砂糖の量とか、それは全く個人の好みの問題ですから、今回私が使った量に関しては、先ほどね、もうすでにビデオの中で紹介しましたが、全くそれを真似される必要はありません。日本でもね、関西と関東に分けるだけでも全然平均的なその量が異なってきます。お店によっても全く違いますから、そのあたりは何にもこだわる必要はありません。で、酢飯っていうのは、これも好みの問題といえばそうかもしれませんが、ものすごく冷たく冷やす必要もありません。そこそこ人肌、あったかくって、そのまんまそれぐらいのね、あったかみを残した状態で、お寿司を作った方が、その方が好きな、美味しいと感じる人も多いと思います。こんな感じでね、あんまり広げてしまいますと、広がったところはガチガチに乾燥してきますから、こんな感じで置いてみましょう。で、今日は量が少ないですからいいんですが、もっと多く作った時には、乾燥を防ぐために、ここに濡れ布巾を、かけますね。蓋をしてしまうと、蓋の裏に、蒸気が当たってそこで水滴になって、それがまたポタッと下に落ちる可能性ありますね。そうするとまたべちゃついちゃいますから、通常蓋はしないで、濡れ布巾で蓋をします。濡れ布巾は、下から来る蒸気は吸い取って、もう一度水滴として下へ戻すということはありませんからね。はい、ちょっと置いときますよ。はい、きゅうりと並んで今日は中にこの手作りのスモークハムを巻くことにします。冷凍庫に保存してありました。おととい、昨日かなおとといが昨日作って、冷凍庫に保存してありました。このスモークハムの作り方に関してはね、ついてはもう以前に動画で、紹介してますので、まだご覧になってない方は、ぜひご覧になってみてください。今解凍中なんですけどね、まだ半解凍です。硬いです。そうですね。これぐらいでいってみましょうか。切れますか。中まだ硬いかもしれません。ちょっと今日ね、やろうと思い立ったのが遅かったんです。で解凍する時間がなかったんですが、なんとか切れました。こんな感じね。これを、そうですね。太巻きですから、もう、
これぐらいでいっちゃいましょうか。太すぎるかな。まあ、ちょっと太すぎるかもしれませんが、贅沢にいきますか。3本に分けるとね、ちょっと寂しいですよね。やっぱり2本。こんな感じ。残りは、冷蔵しておきます。とりあえずね。そうすると、じゃあ巻きましょうか。巻きすね。巻きす。今日は裏巻きを作りますから、巻きすの上にね、巻きすで直接巻くんじゃなくて、1枚このラップをね、敷きます。で、海苔。まあ普通の海苔巻きはね、裏と表で、裏をこう置いて、ここにご飯を乗っけてこう巻くわけですが、裏巻きの場合はご飯が表に出ます。まあその際、表裏っていうのはほとんど考える必要はないんですが、もしかしたら、具を乗っける方にザラザラ感があった方が具が安定するのかなっていうような気がしなくもないです。ということで、普通とは反対に置くことにします。さっきの酢飯ね。手を少し水で濡らしますって、外国人の方はね、これ言っといてあげないと偉くなりますからね。さっきの酢飯をまんべんなくここに敷き詰めていきます。まあこれは特に外国人の方はね、手でやると抵抗が、あるかもしれませんから、衛生面の、まあ、問題から、何かこうビニールの手袋薄になりますよね。まあ、そういうのをしていただいて、気になる方はね、やっていただければいいと思います。今日はこれ別に私が自分で食べる分ですから、普通に手を洗って、それでも OK ということにしていますが、気になる方はね、適切な、対応をされてください。はい、一旦横に移しました。そしてここに、このまま使ってもいいんですが、このラップの上にね、直接ご飯が乗っかっている面を置くと結構、くっつくんですね。それを避ける意味でも今日は、ここにちょっとこうごまを巻いています。これちょっとこうまぶしておくとね、ご飯の粘着力が少し弱まります。まあそういう意味合い、それからもちろんごまの風味、両方の意味ですね。それで少しはね、扱いやすくなるでしょう。で、これをここに反対向けにこう置きます。はい。はい。そしてここにね、あらかじめ切っておいた具を置きます。買っちゃおうかな。ここでさっきのマヨネーズが登場です。これをちょっとここにつけておきましょうか。
そして好みで黒胡椒をまぶしておきましょう。香り付けね。そしてこれを巻いてみましょうか。難しいかな。よいしょ。ここに置き換えます。はい。そして、あとは少しね、飾り付けも兼ねて、アボカドを持ってきました。アボカド。どういうふうに置けばよく見えるでしょうね。どうでしょうかね。アボカド。端っこのをちょっと落としましょうか。ね、そして、これを極端に薄く切る必要はありませんが、こんな感じで切ります。ちょっと置いときます。もう少し大きくなったところを切ります。で、これをここに並べていってみましょう。結局これで、この巻きの具材っていうのは、きゅうりとアボカドとハム、でそして少しごまの香りが加わって、そこにオリーブオイル、そして黒胡椒というね、いわゆるその欧米文化の、香りが、味が加わった感じですね。日本の、本来のお寿司の文化ではありえないかもしれませんが、巻き寿司の文化っていうのは、その時の気分で何をやってもいい、何をやっても楽しめればいいと、そういう文化じゃないかと思います。ということで、今日はこんな感じで遊んでみましょう。よいしょ。このアボカド巻きなんてね、作るの10年ぶり以上でしょうかね。最近は本当に仕事で、コロナが始まるまでは仕事で、こういうものを作って遊ぶっていうね、習慣がなくなっちゃいましたからね。こんな感じにしときましょうか。はい、こんな感じになりました。ラップを上からかけます。はい。そして、ラップの上から巻きすですね。巻きすを置いて、安定させます。ね、これで安定させましょう。でないとすぐに落ちちゃいますから。あんまり強く押すとアボカドが潰れちゃいます。はい。そして、これで、これを切ります。包丁もちょっと濡らしておいた方がいいですね。
大きく切った方が、まあ、見栄えはね、いいことも多いんですが、実際この太巻きって、口の大きさ考えたら食べるの大変ですから、面倒でもちょっとこう薄くね、切っといた方が食べる人のことを考えたお料理になります。これをそーっと外します。このお皿に盛るには大きすぎますね、これね。そうすると、まあこんな感じでしょうか。こんな感じをいってみましょうか。よいしょ。はい、こんな感じでいかがでしょうか。手作りスモークハムときゅうりとアボカド巻き、そして、このまま食べても十分に美味しいように、手作りマヨネーズが中に塗ってあります。あとは好みでちょっとお醤油つけてもいいですしね。さらに食べるときにもう少しマヨネーズを足してもいいですしね。スペインの方だと、オリーブオイルをこう上からこうかけて食べてもいいでしょう。はい。ということで、今日は、お寿司の中でも巻き寿司ですが、その巻き寿司の中でも、裏巻きと呼ばれている文化で少し遊んでいました。はい。それではまた。